日は手裏剣の持ち方を距離によって変えずに遊んでみようと思います。どちらかというとちょっと自分に嘘をついて練習してみようかなと思います。今何をしていたかというと、近い距離で手裏剣をまず打ちました。もう一回打った。同じことをやろうとしたその持ち方のまま距離を変えてみました。そしてその逆、ある程度遠い距離でこれを打って同じ持ち方のまま打つのをやめて距離を変えてみました。今ちょっと変に上に飛びましたね。やはり多かれ少なかれ距離によって持ち方の調整をする方はいると思います。でその持ち方の調整の仕方は人によって様々。例えば長さを変えるという方、手裏剣の持つ長さですね、これを距離によって変えるという方、深く持ったり浅く持ったり、こういう調整をするという方もいますし、例えば近い距離は手刀という方もいます。遠くなってきたら手のひらを的に向ける打ち方、こういうやり方をするという方もいます。今日は、あくまでこれは遊びなんですけれども、近くで打つぞと決めて、でも打ちませんよと、下がってくださいね、はい打ってください、こういったやり方をちょっとやってみようかなと思います。実際例えば今近くで打とうとした持ち方で2点ぐらいまで下がった結果として何があったかというと、手裏剣が少し上から入ってしまった。こうやって見ると分かりますね。かなり上から入ってます。こういったことが起こりました。少し大きく動くために場所の使い方を変えてみます。やることは同じです。近い距離で打ちます。このさらに近づきましょう。これぐらいの距離で打つ。この持ち方、打ち方、もう打ちますよっていうところからもそのまま下がっていってみましょう。だいたいね、この辺りだと、2軒半ぐらいですかね。2軒半ちょっと、3軒ないぐらい。本当はね、これをもっと瞬間的にやりたいんです。自分で歩くこの時間ももったいない。要は何がやりたいかというと、同じ手の内でどの距離でも打てるようにしておきたい。もちろんね、手の内を変えて距離をバッチリ合わせればそれはそれで何の問題もないんです。ただやっぱりこう融通の利く手の内がいいなと思ってます。融通が利く、つまりまた手裏剣でね、相手を想定するのも良くないのかもしれませんけれども、
例えば今私が動いてます。相手がいるとして相手が動いていた、ここにいた次の瞬間には近づいてきた、打とうかなと思ったらこの瞬間に間合いを詰められても打てるように。もちろんその逆もしかりです。私は1軒ぐらいにいる相手を想定して打とうとした。でも相手が急激に後ろに下がった。結果的に 2,3 軒の距離、はい打ってと言われた瞬間にちゃんと打たなければいけない。今完全にこの距離で打つ準備が整ってました。このまま下がってみましょうか。手裏剣同士が当たっちゃいましたね。本当はね、ターゲットの方が動けばもっと良かったんですけれども、さすがにそれは難しいので私自身が動きます。近い距離でもうこれ完全に打つ準備ができました。でもそのまま、その気持ちのまま3件ぐらいでも打てるようになりたい。逆に3件を打ったフォームでそのまま近い距離でも打ちたい。近い距離で打つ手の内、持ち方のまま距離を変えたい。ここで打つと今完全に自分でも思ってましたけど止めてみました。1点で時々混ぜてやっぱやめたと。やっぱりね、人間の感覚ってすごいですね。手の内で調整を、私もね実を言うと多少ですけれどもね、手の内で調整をしていると思っていたんですけれども、やっぱりこの目であったりとか感覚、そういったものがやっぱりある程度自動に調整はしてくれるようです。このままこれぐらいにしてみよう。古流棒手裏剣大会の種目に変化へ自分が後ろに下がりながら打つ、そういった競技がありましたけれども、あれとやってることは一緒です。ただしもうできればもう距離とかも分かんない方がいいですよね。パッと見た時に合わせられるように、とっさの判断、瞬間的な判断でも距離を調整できる。そしてその際にこの手の内をできれば変えたくない、変えてはいけないっていうことではないんですよ。ただあくまで今日の練習の私のテーマとして、私はねやっぱりちょっとこうなんでしょうね、私自身が融通が利く人間ではないので、あんまりこう距離によってこの距離はこう持つ、こう打つ、こう打つ、そう決めて結果が出るタイプではないかもしれない。せっかくね手裏剣、気に入ってる手裏剣があるんだから、それを使って距離が変わろうが持ち方であったり、そういったものをいちいち調整せずともどんな距離でも打てるようになりたい、そう思ってます。ただね、これ意外となんだろう、さっきからね手裏剣同士が当たるんですよ。意外と狙い通りにいってしまっている。ちょっと難易度変えてみますか。いきなり座ってみますかね。高さも交えるとまた違うかもしれない。なんとなくここ最
最近なんですけれども、自分自身のこの打つぞっていうこの気持ちをちょっとこうばらけさせてあげたいというか、あんまりこうそういった気持ちを出さずに打てるようになりたいですね。あんまりね、スポーツによっては多分こんなことするとイプスになるからやめろって言われるかもしれないですけれども、手裏剣でイプスってあるんでしょうかね。なんとなく私のイメージでは目標に対して正対する競技ってイプスが出ないイメージがあります。正解は分かりません。ちょっとあれに関してはね、もう本当にいろんな研究をされている方がいるんですけれども、私のイメージでは目標にこうまっすぐ立つスポーツではあまりイプスって起こりえないのかな。どっちかというと目標に対してこう横向きに立つ野球だったり、野球あれかな、ゴルフであったり、あとは弓道、アーチェリー、アーチェリーってあるのかな、あるか、そういったものの方が起こりやすいイメージはあります。とりあえずこの手裏剣に関してはこのやるぞとか行くぞっていうこの気持ちのビクっていうのもできればなくしたいなと思ってるので、そういった気持ちが起きた時に打たない。だからこのそれでいてその気持ちが完全に収まって打ちませんよって思った時に打つような。今すごくいい、完全にいくぞと思ってたので、このまま近づいてみましょうか。難しいなこれ。完全にいくぞと思ったりしたので、ちょっと自分自身に嘘をついて。というわけで今日は距離によって、手裏剣の持ち方を変えない同一の手の内で距離を打ち分けて遊んでみました。時々ねこう途中何回かやりましたけれども、打とうと思ったその瞬間に打たないと、でそういった気持ちがなくなってから打つと、時々こうやって、自分自身もちょっとこう騙しながら遊んでます。やっぱりこう手の内や手癖、そういったものになるべく頼らずに手裏剣を打てるようになりたいと、そういった練習の一環です。こんな形でいろいろ遊んでますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。